究極のキャンディー塗装教えます。プラぼっち研究所。皆さんこんにちは。プラぼっち研究所の所長です。今回の動画はガンプラをまるで宝石のような深みと光沢で仕上げるキャンディー塗装について、私の普段使っている道具紹介ややり方を交えながら解説していきます。キャンディー塗装とは言っても人によって仕上がりは千差万別です。私のよく作る作品のような奥行き感のあるキャンディー塗装をやってみたい方は必見です。私は普段キャンディー塗装ばっかりやっているので、そのノウハウを少しでもお届けできたらなと思った次第です。工程が多そうで難しそう。結局何を用意すればいいのかわからん。そう思っている方もいるかもしれませんね。確かに少し手間はかかりますが、正しい手順とコツさえつかめば、誰でもこの美しい光沢を手に入れることができます。それでは全体の流れとしては、キャンディー塗装とは、キャンディー塗装に必要な道具、基本的な手順と実演、さらなる究極の光沢を目指す方へ、まとめという感じでお届けします。いろんなキャンディー塗装を行ってきた私だからこそ話せる内容もあると思います。ぜひ最後まで見ていってくださいね。まずはじめにキャンディー塗装って何っていうところから説明します。キャンディー塗装とは下地の色を生かした透明感のある光沢塗装のことです。光の当たり方で様々な表情を見せる独特の深い艶と輝きが特徴で、まるでキャンディーのようなツヤツヤ感からこの名前が付けられたそうです。実物があるのでいくつかお見せします。このポリスザクなんかめちゃめちゃお気に入りですね。過去にこれの全塗装動画も作っているんでよかったら見てほしいんですけど、この球体の部分の輝きとかもすごいですよね。なんかこう吸い込まれそうな感じです。あとは SD 系なんかも結構丸々としているのでキャンディー塗装が似合うと思います。SDCS のナイチンゲールですね。ちなみにこういうキャンディー塗装したやつを触るときはいつも手を石鹸で洗ってから触ってなるべく指紋がつかないように触ってます。あとはこの辺の作品なんか同じ赤色のキャンディー塗装ですけど色味や輝き方が違って面白いですね。具体的には4つの層を重ねて塗装していきます。下地には重厚感を与えるブラック、その上に金属感を出すシルバー、さらにその上に色味を与えるクリアカラー、そして光沢感を出すためのクリアトップコート。この4層が独特の深みと輝きを生み出します。筆塗りではこの光沢を出すのは非常に難しいため、エアブラシを使うことをお勧めします。はい、ちょっと場所を移動してまいりました。続いてキャンディー塗装を行う上で必要な道具たちを紹介します。まずはエアブラシ塗装を行うので、その基本的な道具であるエアブラシ、コンプレッサー、塗装ブース、この3つは最低必要になります。エアブラシは何でもいいと思いますが、私は 0.3mm 口径のクレオスの PS274 という製品を使っています。めちゃめちゃ反射するのであんまりお見せすることができないんですけど、塗料メーカーであるクレオスの製品ということもあってめちゃめちゃ使いやすく不満点もありません。次にコンプレッサー、これはエアブラシに圧縮空気を送るための機械です。私はクレオスのミスターリニアコンプレッサー L5、L5 を使っています。これはエア圧の調整はできないんですけども、このようにエアブラシの付け根にエア圧を調整できるドレンダストキャッチャーっていうものをつけて、ここで圧力の調整をできるようにしてあります。そしてこのコンプレッサーの一番いいところは丸1日塗装をやっても壊れないという点です。私は過去に他の静音を売りにした1万円ちょっとのコンプレッサーを使っていたことがあるんですが、そちらは連続稼働時間3、40分っていう記載があったんですね。私が悪いんですけど、それを無視して使い続けていたところ見事に壊れてしまいました。エアブラシ塗装をやったことある人ならわかると思うんですけど、塗装を30分40分で中断して休憩するなんて不可能です。なぜなら塗装が楽しすぎるから。今回はキャンディー塗装が本題なのでこの話題はこのくらいにしておきますが、連続稼働時間が丸1日使えるよという製品がおすすめです。続いて塗装ブース、塗料のミストをカット、部屋に有機溶剤が充満しないようにするための道具です。これは Amazon で買ったやつで、LED ライトがついているのが良かったのでこれにしました。次に使用塗料について説明します。まずは下地のブラック塗料についてですが、ガイアノーツの EX ブラック光沢を使うことが多いです。しかし合わせ目消しをしたり
表面が荒れてる場合はこちらブラックのサーフェイサーを使うこともあります。こちらのブラック系の塗料、非常に使用頻度が高いので、希釈したものをボトルに入れてすぐ使えるようにしております。こちらの塗料ボトルは片手で開けられて非常に便利なので、ぜひ皆さんにも使っていただきたいです。 DP ボトルという製品を使っています。次にシルバー系の塗料ですが、これは何でもいいです。何でもいいというと語弊がありますが、このシルバー塗料で何を使うかによって作品の最終的な輝きが違ってくるので、ぜひいろんなシルバーを使って遊んでみてほしいです。私はギラッギラした塗装が好きなので、クリオスのウルトラシルバーやガイアノーツのスターブライトシルバーという塗料を好んで使うことが多いです。動画にした時でもしっかりギラッギラしてるのが分かり、動画映え、写真映えします。次にクリアカラー。もちろん透明なので下地の輝きをそのまま活かすことができます。ガイアノーツのクリアシリーズ、クリオスのミスタークリアカラーなど各社のクリアカラーを使います。私はガイアノーツのクリア系の塗料を使うことが多いです。この瓶の形が好きなんですよね。完全に好みです。私の持ってる棚への収まりがいいのも高評価ポイントです。最後にトップコート用の塗料。こちらはガイアノーツの EX クリアを使うことが多いです。テカテカにしたい場合は必ず光沢と書いてあるものを選んでください。このように半光沢や艶消しではダメですよ。最終的な艶と塗膜の厚み、そして後の研ぎ出しに耐える強度を確保するために高品質なものを選びましょう。はい、最低限以上のものがあればキャンディー塗装を行うことができます。それでは実際にこちらの塗装ブースでキャンディー塗装の実演をやっていきましょう。それではキャンディー塗装について実際に塗装を行いながら解説していきます。今回はこちらのプラスチックスプーンに塗装を行っていきます。まずは塗装を行う前に表面を整えます。キャンディー塗装は下地の滑らかさが命です。この工程をどれだけ丁寧に行うかで仕上がりの美しさが決まると言っても過言ではありません。まずはパーツ表面にある引けやパーティングラインをデザインナイフやヤスリで丁寧に消します。今回は非常に光沢のあるプラスチックスプーンなので、実際に1000番のヤスリで表面を整えたとして、これでやっていきましょう。下地の処理が終わったらいよいよエアブラシの出番です。ブラックのサーフェイサーを使ってヤスリでできた傷を埋めたり、表面の質感を均一にしていきます。今回はガイアノーツのサーフェイサーエボブラックを使用していきます。先ほども説明しましたが、こちらの瓶に入っていたものを薄めて、こちらの塗料ボトルに入れております。塗料を注いでいって、それでは塗装していきましょう。この時の注意点ですが、集中して1点にかけるのではなく、常にパーツかエアブラシは動かして薄く塗料を重ねていくイメージで吹き付けていきましょう。塗ってみるとこんな感じ。ちょっとまだ塗ったばっかりで表面が濡れているんですけど、乾くとマットな艶消しのような質感になります。しばらく待って乾燥させていきましょう。はい、だいたい20分ぐらい乾燥させました。乾燥してみるとこんな感じ。ヤスリでできた不規則な細かい傷も目立たなくなりましたね。この一番奥の下地をブラックにしておくことによって、この上にシルバーを吹いた時にとても重厚感のあるかっこいい仕上がりになります。一応テストピースとして何個か黒サフで塗っておきました。はい、この後塗料を変えていくので、エアブラシはツールウォッシュを使ってしっかり洗っておきましょう。続きましてこの上にシルバーを塗装していきます。今回はガイアノーツのスターブライトシルバーを使っていきます。こちらも希釈剤を使って薄める必要があるのですが、塗料1に対して溶剤 1.5 くらいに薄めて使います。で、私はすでにもうこちら溶剤で薄めていますので、そのまま塗料カップに注いで塗装していきます。そしてシルバー系の塗料はめちゃめちゃ隠蔽力が強いので、エア圧が強いとすぐにムラになってしまいます。なのでエア圧を少し弱めにして拭いていった方が綺麗な仕上がりを目指すことができます。私は圧力計がないので体感の話になっちゃいますが、こちらのコンプレッサーが通常 0.1 メガパスカルなので 0.07 メガパスカルぐらいの強さでやっています。
弱すぎるとシルバーの金属粒子が詰まっちゃって出てこなくなっちゃうことがあるので、気持ちエア圧を下げるくらいでいいかなと思います。それではパーツの方に吹きかけていきましょう。パーツじゃなくてスプーンですね。先ほどのブラック下地を拭いた時と同じで、一度に厚く拭かず薄く何層にも重ねて拭くのがコツです。はい、塗ってみるとこんな感じ。この状態でもめちゃめちゃかっこいい質感ですよね。そしてこの時にエッジにブラックの下地が残るようにグラデーションをかけて塗装する表現も面白いです。ちょっとこちらのテストピースでやってみましょう。はい、ちょっとグラデーションをかけてやってみましたが、このような感じです。先ほどのテストピースと比べてみるとこんな感じ。この上にクリアカラーをのせるとすごい奥行き感のある表現になりますので、楽しみにしておいてください。ここでの表面の質感がそのまま作品の表に出ますので、丁寧に焦らず行いましょう。そしてこの時というかこの後の注意点として、シルバーの塗料を使ったエアブラシは金属粒子がとてもカップ内に残りやすいので、よく洗浄しましょう。私はだいたいうがいをしてこのくらいの綺麗さになっていたら次の工程に進んでいます。はい、そして20分ぐらい経ってシルバーが乾燥したらクリアカラーを塗装していきます。クリアカラーは非常にデリケートな塗料です。シルバーと同様に薄く均一に吹き付けていく必要があります。今回はガイアノーツのクリアレッドを使っていきます。ガンプラって赤色で塗装すること多いですからね。こちらを薄めて使うわけですが、私はだいたい塗料1、希釈剤1から 1.2 くらいの割合で割って使っています。そしてさらに私は厚塗りをして奥行き感を出したいので、さらにここに1対1に薄めた無色透明の光沢クリアを追加します。それでは塗っていきましょう。この時に色がつかないからといって塗料をべったり同じ箇所に吹き付けてはいけません。焦って厚塗りすると塗料が垂れたりムラになったりします。イメージとしては層を重ねていく感じです。はい、塗ってみるとこんな感じ。私は一発の塗装で色を塗ってしまうことが多いんですけど、これ以上吹き付けたら塗料が垂れそう、ムラになっちゃいそうっていう見た目になってきたら、一旦乾燥させて時間を置いてから2回目を塗っていくこともあります。また色の濃さはお好みで調整してください。薄く吹けば下地のシルバーが透けて明るい色になり、このように厚く吹けば深みのある色になります。パーツをさまざまな角度から見て光に当てて、全体の色味が均一になっているか確認しながら進めましょう。はい、そしてここで先ほどグラデーションをかけてシルバーを塗装したこちらのテストピースも塗ってみましょう。はい、塗ってみるとこんな感じ。なんかこう吸い込まれてしまうような奥行き感がある、非常に艶やかな表現になります。はい、先ほどのテストピースと比べてみるとこんな感じになります。右側のこちらの方がちょっと薄く塗料を塗ったので光沢感がないとは思うんですけど、この後に光沢トップコートを拭くので、さらにここからどちらもツヤツヤになっていきます。なのでここでのクリアカラーの工程はツヤ感を出すというよりは、自分の思う色味を出すということを重視して行っていきましょう。はい、いくつかテストピースを作っておきました。テストピースが乾燥するまでにエアブラシを清掃しておきましょう。はい、あれから1時間程度経って、塗料が乾きました。ただ乾燥するとちょっとこう梨地っていうんですかね、ちょっとこうつるっとした感じじゃなくて、ちょっとこうデコボコしたような感じになります。これをぬるテカにしていくために、この上にこちら光沢クリアのトップコート、こちらを拭いていきます。エアブラシに充填しまして、それでは塗っていきましょう。そしてこの時に薄くクリアコートするだけだと綺麗な光沢のある表面になりません。表面が濡れて少しぽってりしてるかなぐらい塗ると綺麗な光沢表面になります。
はい、塗ってみるとこんな感じ。塗るテカで非常に美しい表面になりました。しかし安心してはいけません。とりあえず乾燥させましょう。はい、ということで動画では一瞬ですが丸1日ぐらい乾燥させました。するとどうでしょう。先ほどより表面が波打ってて塗るテカ感が少しなくなってしまいましたね。ちょっとこのライトの LED の粒がぼんやりしたんじゃないかなと思います。この状態でも自分の納得のいく質感になっていれば良いのですが、もっと塗るテカにしたいって感じであればさらに重ねてクリアコートを拭きましょう。はい、そして、別のテストピースですけど、さらにクリアコートを重ねたものも用意しました。左がクリアコート2回塗ったものになります。 LED の粒の細かさが若干左の方がくっきりしているのがわかるんじゃないでしょうか。はい、このようにクリアカラーを塗った時点で光沢があまり出ていなくても、その後にトップコートで光沢感を出せますので、最後のこのクリアトップコートというのは非常に重要な工程になります。基本的なキャンディー塗装の手順については以上になります。はい、最後にさらに光沢感を高めるテクニックをお伝えしておきましょう。それはコンパウンド磨きです。つまり研磨剤を使って磨いてピカピカにするわけですね。私はショーアップというメーカーのスーパーカットコンパウンドという製品を使っています。2種類あって、このポリッシュっていう青いやつで磨いてからフィニッシュ、表面仕上げ用と書いてますね。こちらで仕上げの磨きを行っていきます。それでは実際にやってみましょう。それでは磨く前の状態をまずは確認しましょう。このような感じです。ここに見える LED の粒のきめ細やかさを覚えておいてください。それではまずこちらのポリッシュの方、青いキャップの方をこちらに少量出しまして、優しく磨いていきます。はい、ポリッシュ剤で磨いてみるとこんな感じ。どうでしょう。先ほどよりも反射している LED の粒がちょっと細かくなったのがわかるんじゃないでしょうか。続いてフィニッシュ、こちらで磨いていきます。クロスにちょっと出しまして、ちなみにこちらのクロスはタミヤのこのピンクと青と白が入ったそういうクロスを買ったような覚えがあります。はい、同様に磨いていきます。はい、磨き終わりました。するとどうでしょう。これはすごい。さらに LED の粒がもう結構くっきり丸く映ってるのが分かりますね。はい、このように究極の輝きを手に入れることができます。はい、いかがでしたでしょうか。今回はガンプラを宝石のように輝かせるキャンディー塗装の全工程を徹底解説いたしました。手間と時間はかかりますが、完成した時の感動は想像を絶することでしょう。ぜひ今回ご紹介した方法を参考に皆さんのガンプラ製作に挑戦してみてください。キャンディー塗装のことで質問がありましたらぜひコメント欄で教えてください。皆さんのガンプラライフがより豊かなものになるよう、これからも応援、そして一緒に楽しんでいきましょう。今回の動画が役に立ったという方は高評価とチャンネル登録で応援よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。プラぼっち研究所よりお届けいたしました。プラぼっち研究所。